21、マクロビオティックの意味は何ですか？マクロビオティックとは、日本の仏教の一派である禅宗と道教を融合させた哲学です。マクロビオティック哲学の目標は、陰と陽、つまりネガティブとポジティブのバランスを達成することです。陰と陽はすべて科学、法律、理性とは関係のない想像上の用語です。禅仏教によれば、普通の人は、陰と陽のバランスを取る食べ物を食べたり、瞑想したり、ゆっくりとした呼吸をしたりして、陰と陽のバランスを取らなければなりません。マクロビオティックでは、治療効果があると主張するお守り、この哲学に特有の色、宝石で家を満たさなければなりません。守護のための寺院のライオン、富のための3本足のカエル、ポジティブなエネルギーをもたらす幾何学的な形、そしてしばらく中に座っているためのピラミッドの形を配置することが望ましいです。これらの実践により、マクロビオティックが達成されます。マクロビオティックを信じている家には、お守り、魔除け、偶像がたくさんあるでしょう。マクロビオティックの主題は、仏教や道教に由来する異教やお守りの山です。22、スティーブ・ジョブズとマクロビオティックの物語は何ですか？電子機器大手アップル社の元取締役スティーブ・ジョブズ氏は仏教に改宗し、膵臓がんを患った際、瞑想、エネルギー療法、マクロビオティックなど仏教の実践を応用することを決意した。スティーブ・ジョブズは、自分の病気のために予定されていた外科手術を受けることを拒否し、代わりに陰と陽をコントロールするためにマクロビオティックの食事を実践し始めましたが、驚くべきことに、病気は驚くべき方法で彼の体内に広がり、医師たち自身も驚かされました。彼らの中には、マクロビオティックが癌の蔓延を引き起こしていると考えるよう求める人もいた。スティーブ・ジョブズの癌は、進行が遅い癌として分類されていましたが、マクロビオティックの食事法や影と陽の制御、そしてこれらすべての神話の適用により、彼の体はこれらの実践の残酷さによって萎縮し始め、癌は非常に広がりました。そして彼は数ヶ月以内に亡くなりました。スティーブ・ジョブズは、これらの慣行の失敗と不誠実の明らかな例でした。23、なぜ神は悪を創造したのですか？言い換えれば、イスラム教徒は、悪のジレンマにどう対応するのでしょうか？悪と苦痛の誘惑は、仏教におけるほぼ最大の問題です。仏教の哲学は、人間は悪を取り除くまで廃墟の中で生きるという事実に基づいています。仏教は、繰り返し生まれるのは人間が犯した悪のせいであると考えています。前世で、これは全くの間違いであり、私たちが任命されたというだけの理由で、この世に悪が存在するのです。なぜなら私たちは実験的な世界にいるからです。私たちの主、栄光あれ、こう言われました。そして、私たちは試練として悪と善であなたを試みます。35スーラとあるアンビア。善悪があるのはあなたが割り当てられているからであり、割り当てこそがあなたの存在の目的なのです。全能の神はこう言われました。死と命を創造されたのは、あなたたちの中で誰が行為において最も優れているかを試すためである。そして彼は力あるお方であり、寛容なお方である。2スーラールマルク。私たちに責任がある限り、誘惑、災難、罪が存在するのは当然であり、私たちが悪を吸収するのは自然です。悪、ある程度の痛み、そして罪を犯す能力は自然な要件であり、意志の自由と神の使命の明らかな結果です。悪、苦しみ、災害、欲望の存在は、善良な人間の最良の部分と、堕落した人間の最悪の部分を引き出します。悪の他に、仏教徒が無視する大きな善もあります。私たちは計り知れない善の中で生きています。そして数えきれないほどの祝福。悪は単純であり、私たちが生きている偉大な善と隣り合わせです。もし世界に悪が存在しなかったら、あなたは生まれた場所を離れることはなかったでしょう。文明が存在していた時代には、都市、工場、住宅は建設されておらず、人々は仕事を必要としませんでした。人々は病気と戦ったり、問題を解決したり、快適さをもたらすアイデアを発明したりすることを考えませんでした。そもそも人が生まれた場所から引っ越さなければならなくなったとき、悪も、トラブルも、災難も、疲労も、解決策を見つけなければならない問題もありません。では、なぜ疲れたり、夜更かししたり、考えたり、働いたりするのでしょうか。
悪はこの世に必要なものだ。それで検討してください。多くの人々が災難と悪に悩まされているので、彼らは神に立ち返り、義人の一員となります。全能の神に栄光あれ、彼に賛美あれ。神の運命にはすべて知恵と善が含まれており、たとえそれらの一部が外面的には悪、苦痛、害悪のように見えても、最終的には偉大な善と偉大な神の知恵が含まれています。悪があるのはあなたが告発されたからであり、前世で罪を犯したからではありません。生き残ることは、神への恐れによるものであり、静かな熟考や死ぬまで物乞いとして生きることによるものではありません。